第1章ささやかな楽しみと最初の異変。鈴木美奈子、42歳、パートと家事を両立する主婦。彼女のささやかな楽しみは、夜、一人でリビングに座り、スマートフォンでおしゃれな洋服や雑貨を眺めることだった。その日も、美奈子はいつものように SNS を開いていた。タイムラインをスクロールする指が、ある広告動画で止まる。上品なネイビーのワンピース。モデルがターンすると、裾が優雅に広がる。素敵。保護者会にも着ていけそう。目を引いたのは、デザインだけではない。オープン記念タイムセール。通常価格2万円が、今だけ5000円。5000円？目を疑う価格だった。美奈子は吸い寄せられるように広告をタップし、オンラインショップのページへ飛んだ。サイトは洗練されたデザインで、ご購入ありがとうございます。といった高評価レビューがずらりと並んでいる。みんな買ってるみたいだし、評価も良い。5000円なら、パート代から出せる。美奈子は高揚した気分でカートに入れるをタップし、クレジットカード情報を入力した。ご注文ありがとうございましたという自動返信メールを確認し、届くのを楽しみに眠りについた。しかし、その楽しみはすぐに不安に変わった。注文から1週間が過ぎても、発送通知が来ない。注文殺到で遅れているのかもと自分に言い聞かせた。2週間が経過した。さすがにおかしいと思い、サイトの問い合わせフォームからメールを送る。翌日、現在、海外倉庫からの発送に遅延が生じておりますという、そっけない定型文が返ってきただけだった。そして、とうとう注文から1ヶ月が経過した。着ていこうと思っていた保護者会は、とっくに終わっている。これは、もう待っていても無駄だ。美奈子は、騙されたかもしれないという焦りと怒りを覚え始めていた。第2章募る不安と、巧妙な誘導。注文番号の鈴木です。1ヶ月経っても商品が届きません。どうなっているんですか？美奈子は、サイトの問い合わせフォームに、前回よりずっと強い口調で催促のメールを送った。もし発送できないのであれば、注文はキャンセルします。すぐに5000円を返金してください。もうワンピースは諦めた。大切なお金だけは取り返さなければならない。無視されたらどうしよう。不安な気持ちでスマホを握りしめていると、翌日の昼、パートの休憩中にメールの受信通知が鳴った。差出人はカスタマーサポート担当佐藤と名乗る人物だった。鈴木美奈子様。この度は、弊社システムの不具合により、鈴木様に多大なるご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。ご注文いただいた商品ですが、倉庫側のシステムエラーにより、発送が正常に行われていなかったことが判明いたしました。誠に申し訳ございません。美奈子はやっぱりエラーだったんだと、少しだけ安堵した。返事が来ただけでも一歩前進だ。メールはさらに続く。つきましては、ご注文は直ちにキャンセル処理とし、商品代金5000円を迅速に返金させていただきます。よかった。返金してくれるんだ。美奈子の表情がパッと明るくなる。返金処理を円滑に進めるため、誠に恐縮ではございますが、弊社の返金対応専用公式 LINE サポートにご登録いただくことは可能でしょうか？メールですと確認にお時間がかかりますが、LINE であれば、担当者が直接、迅速に対応させていただきます。そこには、LINE の友達登録用 URL が記載されていた。へえ、LINE で対応してくれるなんて、しっかりした会社なのね。美奈子はパートの休憩室で、何の疑いもなく、その URL をタップし、佐藤と名乗る LINE アカウントを友達登録した。すぐに、丁寧なメッセージが届く。鈴木様、ご登録ありがとうございます。カスタマーサポート担当の佐藤でございます。この度は、誠に申し訳ございませんでした。いえ、ご連絡ありがとうございます。返金、よろしくお願いいたします。かしこまりました。直ちに手続きを進めさせていただきます。美奈子は、これで5000円が戻ってくると信じきっていた。それが、さらなる悪夢の入り口だとは知る由もなかった。第3章返金という名の罠。その日の夕方、パートから帰宅し、美奈子は LINE を開いた。サポート担当の佐藤から新たなメッセージが届いていた。鈴木様、お待たせしております。返金手続きの準備が整いました。ああ、よかった。早かったな。美奈子は胸をなで下ろす。つきましては、返金処理を完了させるため、お客様が普段お使いの QR 決済アプリ Pay を起動していただけますでしょうか？ QR 決済アプリ？美奈子は一瞬、戸惑った。支払いはクレジットカードでしたはずだ。
支払いはクレジットカードだったのですが、そう送ると、佐藤は即座に返してきた。はい、本来であれば、カード会社経由での返金となりますが、現在弊社システムとカード会社の連携に不具合が発生しておりまして、メールでお待たせしたお詫びも込めまして、お客様のペイのアカウントに弊社から直接送金する形で、本日中に5000円を返金させていただきたく存じます。なるほど。不具合なら仕方ないか。早く返してくれるなら助かる。美奈子は納得し、スマートフォンのホーム画面からペイのアプリを起動しました。そう返信すると、佐藤から間髪入れずに次の指示が飛んできた。ありがとうございます。それでは、こちらが返金処理用の QR コードでございます。お手元のペイのスキャン機能で、この QR コードを読み取ってください。LINE のトーク画面に、白黒の四角い QR コードが画像として送られてきた。美奈子は言われるがままに、スマホで、その QR コードをスキャンした。ピロンと軽い電子音が鳴り、スマホの画面が切り替わる。表示されたのは、金額の入力画面だった。第4章信じられない管理コード。ペイの画面には、送金先の名前らしき欄に、サポートデスクと表示され、その下に金額を入力するカーソルが点滅していた。ここに5000円って入れればいいのかな？美奈子がそう思った矢先、LINE に佐藤からの新着メッセージが届いた。QR コードの読み取り。ありがとうございます。次に、金額入力欄に10万と入力し、その下の送金ボタンを押してください。美奈子は、自分の目を疑った。10万0が5つ、10万円？すみません。美奈子は慌てて LINE に打ち込んだ。10万円と表示されていますが、返金額は5000円ですよね。すぐに既読がつき、返信が来る。はい。お間違いございません。鈴木様への返金額は5000円でございます。でも、入力しろと言われたのは10万円ですが、ご説明いたします。その10万という数字は、お客様の返金処理を弊社のシステムが認識するために必要な管理コードでございます。管理コード？佐藤は立て続けにメッセージを送ってきた。これは通常の送金操作ではございません。お客様がその管理コード10万を正確に入力し、送金ボタンを押していただくことで、弊社の返金システムが作動いたします。そして、システムがお客様のアカウントを認証し、自動的に5000円が振り込まれる仕組みになっております。ですので、お客様の口座から10万円が引き落とされることは一切ございません。ご安心ください。そうなんだ。そういう仕組みなのか。美奈子は QR 決済のシステムに詳しいはずもなかった。管理コードと言われれば、そういうものなのかと納得するしかない。早く5000円を取り戻したい。この面倒な手続きを終わらせたい。という焦りが、美奈子のわずかな疑問をかき消していった。わかりました。美奈子はそう返信し、再びペイのアプリに視線を戻す。金額入力欄に指先を震わせながら10万と打ち込んだ。そして、画面下部に表示されている緑色の送金ボタンをぎゅっと指で押した。第5章悪夢の通知と消えたサポートボタンを押した次の瞬間だった。美奈子のスマホがブブッと短く震え、画面上部に通知が表示された。計10万円の送金が完了しました。心臓が嫌な音を立てて跳ね上がった。送金が完了しました？システムが作動して5000円が振り込まれるのではなかったのか。美奈子の頭は真っ白になった。慌てて LINE の画面に戻り、佐藤にメッセージを送る。指が震えて、うまく文字が打てない。5000円が振り込まれるんじゃなくて、私のアカウントから10万円が送金されたって通知が来たんですけど、どういうことですか？血の気が引いていくのが分かった。すぐに既読がつく。鈴木様、ご安心ください。それはシステム上の正常な表示です。今、お客様の操作をシステムが確認いたしました。数分後に、お客様の口座に5000円が振り込まれますので、今しばらくお待ちください。正常な表示？その言葉に、美奈子はすがるような思いを抱いた。そうよね。大丈夫よね。美奈子は、スマホの画面を凝視し、残高が5000円増えるのを祈るように待ち続けた。しかし、数分待っても残高は10万円減ったままだ。不安がこみ上げてくる。まだ振り込まれないんですけど、美奈子がそう送ったメッセージには既読がつかない。佐藤さん、どうなってますか？
焦って何度もメッセージを送るが、一向に既読になる気配がない。そして、10分が経過した頃、美奈子は、信じられない光景を目にする。佐藤とのトーク画面の上部に、灰色の文字が表示された。メンバーがいません。トークルームから、佐藤が退会したことを示す表示だった。アカウントごと、削除されてしまったのだ。嘘。震える手で、あのワンピースを買った通販サイトの URL をタップする。404 not found ページが見つかりません。昨日まで確かに存在したサイトは跡形もなく消え去っていた。声にならない声が漏れる。美奈子は自分が何をしたのか、何が起こったのかをようやく理解した。騙されたんだ。ワンピース代の5000円を取り返そうとして逆に10万円を騙し取られた。合計10万5000円。美奈子はその場に崩れ落ち、フローリングの冷たさだけを感じていた。第6章絶望と夫の冷たい言葉。どれくらいの間そうしていただろうか。玄関のドアが開き、夫健一が帰宅した。リビングに入ってきた健一は床に座り込み、顔面蒼白になっている美奈子を見て眉を潜めた。どうしたんだ。そんなところで。あなた。美奈子は震える声で事の顛末を泣きじゃくりながら健一に話した。LINE に誘導され、管理コードと言われて10万円を送金してしまったこと。話が進むにつれて、健一の表情はみるみる険しくなっていく。そして、美奈子が話し終えると、健一は深いため息をついた。だから言っただろ。SNS の怪しい広告で買い物なんかするなって、健一の怒鳴り声がリビングに響き渡る。しかもなんだ ?QR 決済で10万も送金？お前、どうかしてるぞ。そんなの管理コードなわけないだろ。常識で考えろよ。だって、カスタマーサポートの人が、そのカスタマーサポートが詐欺師なんだろ。健一は、テーブルをドンと叩いた。10万だぞ。10万。そんな大金、戻ってくるわけないだろ。健一の言葉は、正論だった。正論だからこそ、ナイフのように美奈子の胸に突き刺さる。私がバカだった。私が、全部、ごめんなさいごめんなさい。美奈子は、そう言って泣き続けることしかできなかった。健一は、そんな美奈子を冷たく見下ろし、吐き捨てるように言った。俺の稼いだ金が、一瞬で消えたのか。その言葉に、美奈子はハッとして顔を上げた。違う。あれは、私のパート代から出したお金なのに、そう言い返したかったが、声にならなかった。健一はもういい。寝ると言い残し、寝室に消えていった。一人、リビングに残された美奈子。夫に責められ、誰にも相談できず、10万5000円という被害額だけが重くのしかかる。悔しさと絶望感で、一睡もできずに朝を迎えることになった。第7章震える手での電話188。翌朝、目は真っ赤に腫れ、頭は鉛のように重かった。健一は、一言も口を聞かずに会社へ向かった。美奈子は、うつろな目でスマホを手に取った。このまま泣き寝入りしてたまるもんですか。絶対に、取り返してやる。怒りが、絶望を上回り始めていた。美奈子は、スマホの検索窓に、震える指で、文字を打ち込んだ。ネット通販詐欺返金 QR コード。検索結果には、いくつかの公的な相談窓口の案内が表示されていた。その中で、美奈子の目に留まった番号があった。消費者ホットライン、188。いや、本当に、でも、こんな初歩的な詐欺に引っかかったなんて、電話してバカにされないだろうか。ためらいが、美奈子の指を止める。だが、失った10万5000円と、夫の冷たい視線、そして詐欺師への怒りが、美奈子の背中を押した。ここで動かなかったら、一生後悔する。美奈子は、深呼吸を一つして、震える手で、188の3桁をダイヤルした。はい。こちら消費者ホットラインです。どのようなご相談でしょうか？電話の向こうから、落ち着いた女性の声が聞こえた。美奈子は、言葉を詰まらせながらも、昨日の出来事を必死に説明した。それで、10万円を送金してしまったんです。すべてお話し終えると、相談員は優しく、しかしきっぱりとした口調で言った。それはお辛かったですね。心中を察しします。それは返金サポートを装った、典型的な二重詐欺の手口です。あなただけではありません。今、同じような手口の被害相談が急増しているんです。私だけじゃなかったんだ。
その一言に、張り詰めていた糸が切れ、美奈子の目から涙が溢れた。大丈夫ですよ。泣き寝入りする必要はありません。すぐにやるべきことが3つあります。相談員の力強い声が受話器から響いた。第8章反撃の第一歩。相談員の落ち着いた声は、パニック状態だった美奈子を冷静にさせてくれた。まず、第一に、定の運営会社にすぐに電話してください。事情を説明し、送金先の口座を凍結してもらうよう強く要請するんです。口座凍結。はい。犯人グループがまだ全額を引き出していなければ、口座を凍結することで、被害の拡大を防げます。その口座に残っているお金が、法的な手続きを経て、被害者に分配される可能性があります。一刻も早い対応が必要です。第2に、警察署のサイバー犯罪相談窓口か、最寄りの交番に行って、被害届を提出してください。警察ですか？もちろんです。これは、立派な犯罪行為の可能性がありますから、その際、証拠が何より重要になります。通販サイトの URL、佐藤との LINE のやり取り、送金完了画面、それらすべてのスクリーンショットを保存し、印刷して持参してください。はい。あります。美奈子は、幸いにもすべてのやり取りを消さずに残していた。そして第3に、QR 決済の仕組みをもう一度よく理解してください。相談員は、諭すように言った。よく聞いてくださいね。企業から返金を受ける場合に、消費者側が QR コードを読み取り、自分で金額を入力し、送金ボタンを押す操作は、絶対に、ありえません。絶対に、ありえない。あれは、あなたが誰かにお金をあげる操作です。管理コードや認識番号といった言葉は、すべてあなたを騙すための嘘です。はっきりと、きっぱりと告げられた真実に、美奈子は唇を噛みしめた。そうだったんだやっぱり。私は騙されていたんだ。わかりました。すぐに、やります。電話を切った美奈子の目には、もう涙はなかった。やるべきことが明確になった今、恐怖よりも怒りと使命感が勝っていた。第9章明かされた真実と、口座凍結。美奈子は、すぐに行動を開始した。まずは、例のカスタマーサポートに電話をかける。詐欺に遭いました。昨日、LINE で誘導されて、QR コードで10万円を送金してしまったんです。美奈子は、相談員に言われた通り、単刀直入に事情を説明した。オペレーターは、美奈子の剣幕に驚きつつも、冷静に対応を進めていく。承知いたしました。直ちに確認いたします。送金した日時と、送金先の情報を教えていただけますか？美奈子は、スマホの履歴を見ながら、正確な情報を伝えた。確認いたしました。鈴木様、幸運です。この口座は他からも同様の被害報告が相次いでおり、現在、出金が制限された状態になっています。お客様の10万円も、まだ全額は引き出されていない可能性が高いです。よかった。美奈子は、思わずガッツポーズをした。決済事業者は、警察と連携し、この口座の完全凍結手続きを進めると約束してくれた。次に、美奈子は、保存していたすべてのスクリーンショットをコンビニで印刷した。証拠の束を握りしめ、美奈子は自転車で警察署へと向かった。ネット詐欺の被害届をサイバー犯罪相談窓口で美奈子は切り出した。対応してくれた刑事は、美奈子が持参した証拠の束に目を通し、深くうなずいた。なるほど。返金サポートを装った手口ですね。LINE で QR コードを読み取らせて、金額を入力させると、刑事は、証拠の確かさに感心したように言った。鈴木さん。これは、刑法第246条の詐欺罪にあたる可能性が極めて高い、悪質な事案です。詐欺罪。はい。相手はあなたを騙す意図で虚偽の事実を告げ、それによってあなたが錯誤に陥り、財産を交付してしまった。この証拠があれば、被害届はすぐに受理できます。刑事は、美奈子の話を丁寧に聞き取り、調書を作成してくれた。よく証拠を残して、すぐに相談に来てくれました。我々も捜査を進めます。警察署を出た時、美奈子は心にかかっていた重い雲が少しだけ晴れたような気がした。第10章を取り戻した日常と小さな勇気。それから数ヶ月が経過した。警察の捜査と決済事業者の協力により、美奈子が送金した先の口座は完全に凍結され、
その口座名義人を含む詐欺グループの一端が検挙されたと警察から連絡があった。あの佐藤がその中にいたかはわからないが、悪党が捕まったという事実に美奈子は胸がすく思いだった。そしてさらに数ヶ月後、犯罪被害財産支給手続きという法的な手続きが完了し、凍結された口座に残っていたお金が美奈子を含む被害者たちに分配されることになった。送金した10万円全額とはいかなかった。しかし被害額の一部である数万円が確かに美奈子の口座に振り込まれたのだ。その夜、美奈子は夕食の席で夫の健一に通帳を見せた。この間の事件のお金、一部だけど戻ってきたの。健一は通帳の文字をじっと見つめていた。そしてぽつりとつぶやいた。悪かった。あの時お前を責めて悪かった。俺だったらパニックになって泣き寝入りしてたかもしれない。お前があの時すぐに動いたからだから、少しでも取り返せたんだよな。すごいよ。お前は夫からの初めての謝罪と称賛の言葉だった。美奈子の目からあの日の絶望の涙とは違う温かい涙がこぼれた。失った授業料は高かった。だが美奈子はこの経験で多くのことを学んだ。 SNS の甘い広告の裏にある危険性、 QR 決済の送金と受け取りの決定的な違い、そして何より騙されたと気づいた時、諦めずに公的機関に相談する小さな勇気の重要性を美奈子は今も買い物を楽しんでいる。しかし注文ボタンを押す前には必ずそのサイトの運営者情報や評判を納得がいくまで調べるようになった。もう二度と騙されない。スマホの操作に少しだけ詳しくなった自分に美奈子は静かな自信を感じるのだった。今回の法律 Tips。今回のエピソードは返金サポートを装い QR コード決済でさらにお金を騙し取る二重詐欺の手口でした。もし同じようなトラブルに遭ってしまったら絶対に泣き寝入りせず、以下のことを思い出してください。1、返金で送金ボタンは絶対に押さない。企業からの返金で消費者側が QR コードを読み取り、自分で金額を入力し送金ボタンを押す操作は絶対にありえません。それは返金ではなく送金。つまりあなたがお金をあげる操作です。管理コード認識番号といった言葉はすべて詐欺師の使う嘘です。2、すぐに決済事業者と警察に連絡。騙されたと気づいたら一刻も早く利用した QR 決済の運営会社に連絡し、送金先の口座凍結を依頼してください。犯人がお金を引き出す前に凍結できれば被害金の一部または全額が戻ってくる可能性があります。同時にすべての証拠やり取りのスクリーンショット、送金履歴などを持って警察の相談窓口9110や最寄りの警察署に被害届を提出しましょう。これは詐欺罪という犯罪にあたる可能性があります。3、迷ったら消費者ホットライン188へ。これって詐欺かも？どう対処していいかわからない。そう思ったらすぐに188やに電話してください。専門の相談員があなたが今何をすべきか冷静にアドバイスをくれます。一人で悩まず公的な機関を頼ることが解決への第一歩です。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。